こんにちは。ハンドメイドきよちゃんです。今回はダイソーさんのサラリというこちらの糸を使ってトップスを編んでいきたいと思います。色は S2 の薄墨グレーの糸になります。糸長は約92メートル、重さは 25g になります。材質は綿 70%、ナイロ 30% になります。使用かぎ針は 6.0mm から 7mm になっています。かぎ針で言うと5号針を使用します。標準ゲージは、10センチのメリヤス編みで24目32段になります。手洗いができる糸になっています。このようにブークレ調の糸になります。材質的にさらっとした感じで夏糸にちょうどいい糸だと思います。では、編み方をご紹介していきます。で、普通だったらこの中から、芯を取って、中の糸からこう糸を中の方から糸を引き出して編むんですけど、ボール紙の厚いボール紙でちょっと出しにくくて大変な方は、外から出してもいいと思います。外から、糸を編んでってもいいと思います。中からこのように糸出す時には、注意して絡まないように出してください。絡むとめんどくさいのでご注意ください。作り目は一つ太い6号針 3.5mm の6号針を使用します。で、最初にこのように輪を作ってから鎖を編んでいきます。作り目は4目の倍数プラス5目で、編んでください。今回は、101目作り目を編んでいきます。1、2、3、4、5、6、はい、101目鎖を編んできました。そしたらこの6号針を5号針に変えます。3.0mm の5号針に変えて編みます。最初立ち上がり鎖1目編んだら、今編んだこの目を飛ばして、最後の101目作り目の最後の101目目の裏山、この鎖になってる反対側の裏のポコポコポコっとしたところの裏山1本を拾って細編みを編みます。次の隣の目に針を入れてまた細編みを編みます。で、2目細編みを編んだら鎖を3目編みます。で、作り目の1目を飛ばして2目目の裏山を拾って鎖を編みます。続けて3目細編みを編みます。3目というか、続けて3目細編みを編みます。鎖を3目編んだら1目飛ばして3目細編みを編みます。これを繰り返していきます。
細編みを3目編んだら1目飛ばして、3目細編み1、2、3目、このように裏山を拾って繰り返し編んでいきます。1目飛ばして3目細編みで、最後のところまで編んでいきます。はい、そしたら1段目の最後に来ました。鎖を3目編んで、残りが作り目3目残っているところです。そしたら、1目飛ばして、あと2目作り目が余ってますので、ここに細編みを1目ずつ1、これが裏山ですね。はい、これで細編み2目編んで1段目が編み終わりました。そしたら2段目立ち上がり鎖1目編んで編み地をひっくり返して、最初の目に細編みを編みます。そしたらこの細編みを飛ばしてこの鎖のところに、側に針を入れて細編み5目編みます。1、2、3、4、5、はい、5目編んだら前段の細編み3目の真ん中の細編みのところの目に細編みを1目編みます。そしたらまた細編み1目飛ばしてこの鎖のところ側に針を入れて細編み5目3、4、5目編んで、またこの前段の細編み3目のところの真ん中の細編みの目に細編みを編んで留めます。これを繰り返します。1目飛ばしてこの鎖のところに細編み5目2、3、3、4、5、真ん中の細編みに細編みで留めて、また鎖のところに細編みを5目編み入れます。真ん中で細編みで留めます。これを繰り返していきます。2段目の最後に来ました。前段鎖3目のところを編んでいきます。ここは同じように細編み5目編み入れて、で前段細編み2目で終わってるんですけど、この一番端の、細編みの目に、なので、この細編みの目は飛ばしてこの一番隅の細編みの目に針を入れて細編みで編み留めて、これで2段目が終わります。3段目は立ち上がり鎖2目プラス鎖1目全部で鎖3目編んで編み地をひっくり返して、でここの、細編み5目編んだところの、目に細編み3目留めるんですけど、留めるところはここさっき
真ん中で細編み1目止めた目になります。この目から左右3目、ここの目が編まない目になるので、1、2、3目目、ここの目から編んでいきます。1、2、3目細編みを編みます。なので立ち上がり鎖3目編んだら、ここの目とここの目を飛ばします。この、一番隅の前段の細編みの目と、この前段の鎖5目編み入れた最初の目を飛ばして1、2、3目細編みを編みます。で、鎖を3目編みます。で前段の1、2、3目を飛ばして4目目からまた細編みを3目編みます。ちょうどこの鎖ちょうどこの細編み5目編み入れた、てっぺんの3目のところに細編みを編み入れます。で鎖3目編んで1、2、3目飛ばしてまた細編み3目、てっぺんの細編み5目のてっぺんの3目を細編み3目編みます。鎖3目で1、2、3目飛ばして細編み3目、これを繰り返し編んでいきます。細編み3目、この、谷になっている3目を飛ばして細編みを3目、この山になっているところの3目を細編み3目、鎖3目で谷になっているところの3目を飛ばして細編み3目、この山のところに細編み3目、このように繰り返し編んでいきます。はい、3段目の最後に来ました。この山のところの山に細編みを3目編んだところです。そしたらあと2目目が余っている状態で、鎖を1目編みます。そしたら、この状態の半分を作る感じになりますので、鎖を1目編んだら中長を1目編んで、この一番隅の細編みのところに、中長を1目編み入れて、これで3段目が終わります。鎖3目で、この山のところに細編み3目編んだら鎖を1目編んで、この前段の1目を飛ばして一番隅の目に中長を編み入れて終わります。で次4段目、4段目最初立ち上がり鎖1目編んで編み地をひっくり返して、この、本当だったらこの鎖3目のところに細編みを5目編み入れるんですけど、この半分の形になってますので、ここに側に細編みを3目編み入れます。2、
3目。そしたら、この前段細編み3目編んだところの真ん中の目に針を入れて細編み1目で留めます。そしたらこの鎖のところに5目細編みを編み入れて、で、前段の細編み3目の真ん中に細編みで留めます。これを繰り返し編んでいきます。はい、4段目の最後に来ました。鎖のところに細編みを5目編み入れたところです。そしたら前段の細編み3目の真ん中に細編みで留めて、この1目飛ばしてこの鎖立ち上がりを深めた鎖3目の部分に細編みを3目編み入れて終わります。これで4段目が編み終わりました。そうすると、この穴がこうずれた感じで編み上がっていきます。4段1模様になるので、この、1段目から4段目の編み方を繰り返し編んでいきます。で1段目は、最初作り目から編んでったので、ちょっとどの目を、編んでいくかを、説明するために5段目も編んでいきますが、基本、1段目の編み方と同じ編み方になります。立ち上がり鎖1目編んだら編み地をひっくり返して、表を見て編んでいきます。一番最初の細編みの目に針を入れて細編み、次の目も細編み、このように2目細編みを編んだら鎖3目編んで、この谷のところ123目を飛ばして細編みを3目編んでいきます。3目、そしたらまた鎖3目123目飛ばして細編み3目23目、これを繰り返していきます。鎖3目、この谷になってる3目を飛ばしてこの山の前段の細編み5目のうちの、一番高いところの3目、これを細編み3目編んで繰り返していきます。5段目の最後に来ました。細編みを3目編んだら鎖を3目編んで、この谷の部分の123目を飛ばして、そうするとあと2目があるので、ここに細編みを1で、この一番最後の目のところにも細編みを2編んで、これで5段目が終わります。で細編み2目編んで終わるので、最初の、編み地の1段目と同じ細編み2目で編み終わります。はい、このように、模様は4段繰り返して編んでいきます。1段目から4段目の編み方を繰り返し編んでください。もう2段目からは、編み地として編んでるので、全く同じように編んでいけばいいと思います。では編み進めていってください。はい、
このように身ごろを編んできました。段数はちょっと数えませんが、ここの丸からここの半分の丸じゃなくて、ここの丸から数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、21がここのところまで編んできました。こちらの、玉数は、5玉目に入ってなんとか、5玉で終わるように前身ごろ1枚で5玉で使い切れるように割ろうと思って、ここが5玉目のつなぎ目なので、このぐらい編んでます。この扇の一番、谷の部分が一番隅の目になるので、立ち上がりは鎖2目編んで編み地をひっくり返します。そしたら、ここは一番隅の目はこの、鎖2目が中長として数えるので編まずに、次のところから細編みを5目編みます。ちょっと長い細編みで普通の細編みを3目で、ちょっと長めの細編みを1目編んで、それでまた、谷に来るのでここで中長を1目編みます。そしたらまた5目細編み中長1目5目細編み中長1目という感じで編んでいきます。それでだいたい15センチぐらい肩を取りたいので、そこまで編み進めていきます。ここ中長を編んだところなので、次は長めの細編み、3目はだいたい普通の細編みで、また1目ちょっと足の長い細編みを編んで、ここで中長を1目編みます。はい、このように編んできました。細編み5目編んで、最後に、谷の部分に中長を1目編んで終わったところになります。そうするとだいたい16センチぐらい、ちょっとボケちゃってますけど16センチぐらい、編みました。スチームをこう伸ばして、当てるので多分15センチぐらいに縮むと思うので、そしたら1枚は、この肩のところを、かがるので、かがる分だいたい3倍ぐらい、この幅の3倍ぐらいの糸を取ってカットします。でこれでだいたい、1、2この穴が1、2、3、4、5、6個分、ちょうど6個分、まっすぐにしたので、こっちも
6個分12345 6個のここから谷の部分から編むようにしてください。ここ立ち上がり同じように鎖2目で立ち上がって、もうここの最初のこの谷の目は編まずに隣の目ちょっと足の長い細編みを編んで、また3目細編みで1目、ちょっと足の長い細編みを編んで中長1目また細編み5目という感じで、ここまで編んでいきます。で最後、中長1目で終わる感じになります。こちらも、1枚この、肩の、かがる分を糸端取ってあるので、この1枚はここも、最後編み終えたら肩の3倍分の糸端を残してカットしてください。はい、こちら側も出来上がりました。で、だいたい15センチ15センチで身幅が60センチになるので、だいたいこちらの首の襟のところが襟の空きが30センチになります。もし、もうちょっと、肩の幅を増やしたい、ここもちょっと狭めたければこちらの肩の部分をもう少し、幅を出して編めばいいと思います。2枚目はこのようにとじ分だけこのぐらい残してカットしただけになります。そうするとだいたい身幅、この横の幅は60センチで、この丈はだいたい38センチぐらいになりました。そしたら、どちらを表にするか、私は、この編み地があまりわからない裏側を表にしようと思います。こちら鎖の中に細編みを5目編み入れる時が、こっちが表でこう編んでる細編み5目を編んでる表側になります。の裏側を表にしたいと思うので、こちらを表にしてアイロンをかけます。その時に、ここの、空間が丸になるようにこう編み地をこのように引っ張りながらアイロンをかけていきます。なのでだいたい編み地が5センチ以上伸びると思います。こう引っ張りながら丈を伸ばしながらアイロンをスチームを、蒸気をいっぱい当ててかけてください。でかけ終わったら、この、玉のつなぎ目の糸を、処理して裏側、こっちが表にするので裏に、糸端を出して、目立たないように糸端を縫い付けて適当に、縫い付けたらカットします。はい、そしたら最後に、肩と脇を
閉じていきます。肩は、かがりはぎで、脇は鎖閉じで閉じていきます。中を表にして間違えないように、このように合わせます。そしたら、残った糸端を使って肩を閉じていきます。1枚はこのように糸端を肩を、1段編んだ時に、残していますので、これを使って閉じていきます。角の部分、向こう側の、角の部分と合わせて目をすくって一回このように絞ってから、鎖の一番上の鎖の部分をこのように拾って向こう側から手前にこのように、針を通してかがっていきます。一目ずつ拾ってこちらの隅まで、かがってってください。はい、このように、閉じてきました。そしたら、一回、糸端を重ねて、すくって、ちょっとここ強度を増すようにしてから、編み地にこの糸端を縫い付けて、ブークレ調の糸ですので少し縫い付ければ、いいです。このようにカットしてこんな感じで、肩を閉じました。同じようにこちら側の肩もここに糸端があるのでここから、ここの隅まで閉じていってください。脇はここが肩のところなので肩から20センチぐらい降りたところまで、ここを開けて腕が通るように20センチは開けます。お好みでいいと思います。ここら辺に印をしといてで、裾から鎖閉じで閉じていきます。糸を付け足してこちらも、中表で合わせて、この裾の角の部分に、針を入れてで一回糸をこのように引き抜いてこのように穴開いているところは鎖2目で飛んでここの、編み地になってるところは引き抜きでここのところは鎖を編んでっていう形でいこうと思います。ここの部分はこのように引き抜いてこの隅のところを引き抜いてでここの鎖、穴が開いているところは鎖を2目編んでここの編み地のところにまた
糸を引き抜いて、ここはだいたい3目ぐらいこう引き抜い糸をこのように引き抜きながら、またこの穴のところに来たら鎖を2目編んで、この編み地のところは3目糸を引き抜く。こんな感じで閉じていきます。鎖のところ、この穴開いてるところは鎖を2目で、引き抜きを3目、鎖を2目で、だいたいここまで閉じていきます。はい、ここからこのように閉じてきました。でこの穴のとこで終わらなくて、ここの糸をここ 2,3 目引き抜いて終わるようにしてください。そしたら反対側も同じように閉じていきます。はい、そしたら、糸をつけたこの糸端の部分を、編み地にこのように縫い付けてカットして糸端の始末をしたら、編み地を表にこのようにひっくり返して、あとはお好みでこの、袖の周りを、細編みで編んだり、裾の部分をちょっと短いのが気になる方は、裾を、縁編みというか、細編みで、足して幅を出すほど余ってないかもしれないんですけど、身ごろ1枚編むとこのぐらい余ると思うので、これが2玉分残ってると思うので、付け足して編むといいと思います。ここ今脇閉じたところです。そこの、境目のところに糸を足して、下から編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んだら、同じところにもう一度針を入れて細編みを編みます。そしたら、隣の目、ここ隅、細編み2目になってたと思うので、同じように細編み2目編みます。そしたらここ1目飛ばしたところの鎖目のところは、側に針を入れて細編みを編みます。そしたらここ3目、細編みを編んだところなので、3目細編みを編んで、そして、1目鎖を飛ばしたところは側に針を入れて、細編み1目という形で繰り返し編んでいきます。だから毎目細編みを編むように、裾の部分を編んでいきます。
でまたここの脇のところに来たら、ここのところは脇のところは細編み全部で3目編めばいいと思います。それでまた側に針を入れて細編みという感じで、ここの閉じている前後は全部で3目細編みを編み入れていけばいいと思います。側に針を入れて細編みを1目編んで、最後2目細編みを編んでもいいんですけど、ちょっと緩めに細編みを1目編んで、最初の目に糸を引き抜いて、これで1段編み終えます。もう1段編んだ方がいいかな。もう1目編んでもいいかもしれません。ちょっと穴が開いちゃう感じになっちゃうので、最後2目細編みを編んで引き抜いて終わります。そしたら立ち上がり鎖1目編んで2段目に入ります。はい、裾、3段目の最後に来ました。最初の目に糸を引き抜いて、これで少し糸始末の分残してカットします。そしたらこの最初と最後の糸端をまた同じように、裏側の編み地に縫い付けて、始末します。簡単にこのぐらいでカットすればいいと思います。はい、糸をまたつけます。表を見て袖の脇下、脇のここのところから編んでいきます。ここ閉じた脇を閉じたところになるので、この付け根のところから針を入れて立ち上がりの鎖1目を編みます。このように糸を引き出してから鎖を1目編んで、同じ今の針を入れたところの目にまた針を入れて細編みを編みます。そしたらすぐここ穴の開いたところになるので、ここに側に針を入れて細編みを編みます。あとここ、編み地になってるところは3目ぐらい細編みを編み入れて、そうするとまた穴のところに来るので、側に針を入れて細編みを編みます。また3目細編みを編んで、穴のところは1目細編み、また3目細編み、穴のところは1目細編みという感じで編んでいきます。で、ここ肩のところは、ちょっと編み地の部分があるので、ここからここまでだいたい7目ぐらい、細編みを編むといいと思います。はい、袖を一周編んできました。最後、ここ穴のところに細編み1目編んで、編み地1目、細編みを
編んだら、最初の目に糸を引き抜いて、これで1段終わります。2段目からは前目細編みで編んでいきます。最初の目から、前目拾って1目ずつ細編みを編んでいきます。はい、3段目が編み終えました。そしたら最初の目にまた糸を引き抜いて、糸をカットして、ここの裾と同じように裏側に、糸端を縫い付けて、糸始末をします。こんな感じで出来上がりました。もう一つの方も仕上げてください。きれいにこんな感じでできました。はい、このように編み上がりました。ここからここまでの丈は、45センチ。この身幅がだいたい58センチになります。編み終えて、スチームを当てて、丈は43センチぐらい、44センチとかそのぐらいまで、伸ばしながらスチームを当てました。それで、裾のこの縁編みで1センチ足してだいたい45センチになりました。でここの、襟の空きがだいたい31センチです。こんなに空きが嫌だなって思う方は2模様ぐらい内側まで、編んでかがるようにしてください。でこの、肩から袖の幅が15センチぐらいになります。ここからここまで、はい、ここからここまでの空きが18センチで、だいたいここ、脇からこの裾までが27センチぐらいになります。で、こんな感じで後ろの部分も落ち着いて収まっていると思います。10玉以内で完成させたかったので、夏に着る、トップスなので軽く出来上がるように10玉以内で完成させました。残り 5g ぐらい、糸も残っていますので 250g ぐらいで完成していると思います。涼しげに出来上がってますので是非編んでみてください。これ冬でも長袖の上に羽織ることもできると思うので是非糸を変えても編んでみてください。参考になった方、高評価是非よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。